通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、現在、その興行収入が大惨事となっていると言われております、一本の映画の話題になります。先日もお伝えしましたが、マイケル・ジャクソンの伝記映画、マイケルがね、現在大ヒット上映中となっておりますが、実はですね、これと同時に、一本の映画が公開されました。するとですね、これがね、決して低予算のインディ映画じゃありませんよ。大金を投入しました。大作映画です。これがなんとですね、桁違いの大爆笑してしまっているということで、現在これ、史上最大の失敗作になるのではないかと、このように言われてしまっているんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこの映画ご存知ですか？おそらくね、ここに出ている俳優さんはご存知なんじゃないかなと思いますが、実はですね、先日からもお伝えしておりますが、マイケル・ジャクソンの伝記映画、マイケル、これがね、大ヒット上映中となっておりますが、これとね、同時に公開された、デザートウォーリアー、つまりは砂漠の戦士という映画なんですね。もうこれがですね、皆さん、すごいことになってるんですよ。もうね、これ、大げさじゃないです。本当に。すごいことになってるんですよ。もうちょっとね、ボックスオフィスを見ても、2度見3度見するぐらい、ちょっと目を疑うとはこのことかというレベルの大爆死になっておりまして、どうやらこれ、史上最大の失敗作になるのではないかと、こういう話も出ているようです。アンソニー・マッキー主演のデザートウォリアーは、史上最大級の興行的大失敗の一つになりつつある。アンソニー・マッキー主演、ルパート・ワイアット監督のデザートウォリアーは、先週末に北米の劇場で公開されたが、ほとんど誰にも気づかれなかった。ね、皆さん、ほとんど誰にも気づかれませんでした。戦艦橋で公開されながら、興行収入はわずか48万7848ドルにとどまり、スクリーン平均は悲惨な483ドルという結果になった。これにより、史上最悪レベルのオープニングの一つとなったが、状況はさらに悪化する。ということでね、これもうこの記事にもね、ほとんど誰にも気づかれていないと言われている通り、もうこれを見ている皆さんも、ほとんど全ての方がこの映画知らないと思います。まずね、ちょっと映画の概要から見ていきましょうか。まずこちらね、デザートウォリアーです。デザートウォリアーは2025年の歴史アクション映画で、これね、2025年のチューリヒ映画祭で公開されてるんですね。なので2025年になってます。全米での公開は先週ですね。ルパート・ワイアットが監督を務め、エリカ・ビーニ、デビッド・セルフと共に脚本も共同執筆している。出演はアンソニー・マッキー、アイシャ・ハート、シャールト・コプリー、ベン・キングスレ。物語はあるアラビアの王女が彼女を側室にしようとする冷酷な皇帝に立ち向かうため、盗賊と手を組むという内容だ。ということでですね、こちらがね、デザートウォリアーになりますが、監督はね、ルパート・ワイアットで、猿の惑星の監督ですね。これが一番有名なんじゃないかなと思います。今回監督と脚本を務めていると。そして、主演はね、先ほどから見えておりますが、おなじみ、アンソニー・マッキーですよ。キャプテンアメリカですね。キャプテンアメリカもね、正直いまいち振るわなかったので、確かにバジェットが2億ドル弱で、興行収入4億ドルでしょ？赤字ですよね。で、このキャプテンアメリカがまさに2025年の出来事だったので、事実上同年、アメリカでの公開はね、翌年の2026年になりますが、今度はデザートウォリアーで、史上最大級の興行的失敗作に出てしまったのではないかと、このようになってしまってるんですね。これはなかなか辛いですよ。そして、僕的に注目なのがシャールト・コプリー。これはヴィランになるんですかね。第9地区でね、非常に有名な役者さんですが、ご覧になりましたか？第9地区。素晴らしい映画なんでね。これぜひご覧になってください。特に男性の方は、もうたまらないと思いますよ。いろんなギミック出てきますんでね。もう最高の映画です。で、あとね、マット・デイモンのエリジウムってあったでしょ？あれでもね、かなりえげつないヴィランやってまして、ちょっとね、このデザートウォリアーの予告編を見る限りは、似たような立ち位置なのかなというような気はしましたが、ちょっとね、イメージ的に通じるものがありますよね。そしてさらにはベン・キングスレも出ているということで、どうですか？すごいでしょ、これ。キャプテンアメリカを主演に据えて、そうそうたるメンバーが出ているわけですよ。じゃあこれがね、いくらぐらいで作られたものなのか、バジェットを見てみますと、こちらです。なんとこれね、1億5000万ドルかかってます。やばいでしょ。スーパーマリオギャラクシー1億1000万ドルですよ。ね、それよりもはるかに高い予算を投入していると。で、これね、公開されたのが、アメリカになりますが、4月24日。つまり、マイケル・ジャクソンの伝記映画、マイケルと同じ日に公開されてるんですね。で、このマイケルのバジェットが、だいたいね、追加撮影込み込みで1億7000万ドル前後と言われているので、レベル的にはほぼ同じ。ほぼマイケルと同じくらいの規模感で作られた映画ということですよ。
じゃあまずこちら、これはね、先日も言いましたが、そのマイケルが現状どうなっているのか見てみましょうか。こちらですね。ドメスティックが1億1000万ドル、インターナショナル海外が1億2000万ドル、その合計ですね、ワールドワイドが2億3700万ドルと、このようになっています。これでね、マイケルは電気映画史上最高の映画と、このように評されておりますが、じゃあデザートウォリアーがどうなっているのか、ここからが本題ですね。本当ね、皆さんここからね、詳細見ていきますが、ちょっとね、心臓の弱い方は気をつけてください。かなりショッキングな内容なんでね。じゃあね、こちら見ていきますが、デザートウォリアーですよ。ドメスティック、国内が48万7000ドル。インターナショナルですね。海外が2万9000ドル。そして最初の週末を終えまして、その合計ですね。51万7000ドルです。大丈夫ですか？倒れた方いませんか？ちょっとね、心配になってしまいますが。この同じ日に、だいたい同じような規模のマイケル。これがね、初週末を終えまして、2億3700万ドル稼ぎました。デザートウォリアー、51万ドルです。これね、現在のレートで換算しますと約8200万円ですね。先ほど見ました制作費1億5000万ドルかかっております。これ約238億5000万円です。で、当然ね、これはスタジオね、半分しかもらえませんから、つまりこのスタジオはね、初週末を終えた時点で約238億円ショートしてます。つまり238億5000万円のこの端数分しか返ってきてないってことですね。いやー、すごいでしょう。ボックスオフィス猛女でね、これだけの対策で初週末を終えて、この桁はね、なかなか見ないと思いますが、おそらく史上最悪クラスの失敗作になるだろうと言われている理由がわかるでしょう。こういうことになってしまったんですね。マイケルの裏側で、こんなことが起きてたんですよ、皆さん。知らなかったでしょね。そのぐらいこれ、誰も知らない映画なんですね。この映画はおそらく多くの人がその名前すら聞いたことなかっただろうが、制作費は驚異の1億5000万ドルに上る。また、数年にわたり、ポストプロダクション地獄に陥っていたことでも知られている。マイケルが公開初週末の興行収入を席巻する一方で、この歴史大作は、ひっそりと歴史に残る大失敗作として記録されてしまった。ということで、つまりは、現状ね、制作費1億5000万ドルと言われておりますが、もっとかかってる可能性があるということですよね。で、この数字がね、いかにやばいのかという話ですよ。いわゆるね、もう桁違いの大爆笑してしまった作品、これまでにも何本かありました。その一つが、エディ・マーフィーのプルートナッシュ。これはですね、バジェット1億ドルに対して、全世界興行収入が710万ドルでした。で、これがですね、史上最大級の興行的大失敗と、されているわけですね。やばいでしょ？ 1 億ドルに対して710万ドルです。ちょっともう一回確認しましょうか。こちらデザートウォリアーね。現状1億5000万ドルに対して51万ドルしか稼げていません。プルートナッシュは1億ドルに対して710万ドル。ね、現在初週末を終えて、この時点で50万ドルしかいっていないデザートウォリアーが、こっから700万ドルを超えられますかっていう話です。実はですね、これ、典型的なハリウッド作品ではありません。これはですね、サウジアラビアの資金で作られた映画なんですね。で、この作品はですね、制作本当に難航したということで、2021年後半からね、撮影が始まりまして、もうね、2022年の初頭には撮影全部終了していたそうです。なんだけど、この後ですね、創作上の対立というのが起こりまして、編集の段階で監督離脱してるんですね。で、一応ね、その後復帰したという話も出ているようですが、かなりゴタゴタしていたということですよ。で、この後、先ほどもね、触れておりましたが、ポストプロダクションで総崩れとなりまして、結局のところですね、ほとんど宣伝されることもなく、こういった結果になってしまったと。っていうことは、これね、宣伝されてないだけですから、内容は面白いということですよ。アンソニー・マッキーですしね、ドクターも大好き、シャルト・コプリも出ています。十分面白い可能性はある。ということでね、ロッテントマト、すごいことになっています。それがね、こちらになります。はい。全然ダメでした。オールクリティクス 25%、ベリファイドオーディエンス 62%、オールオーディエンス 55% ということで、内容もね、微妙らしいですね。皆さん、これはね、例の黄金比じゃないですからね。オーディエンスのスコア低すぎます。これね。オールオーディエンスに至っては 55% ということで、どちらもロッテンですね。もしね、ちゃんと宣伝してれば、興行収入はね、もう少しいったかもしれませんが、いずれにせよですね、この作品の内容自体が全く評価されてないんですね。ちなみにね、ウィキの方でも言及されているんですが、こちらですね。デッドラインハリウッドのデーモン・ワイズは、この映画について、監督と撮影監督が驚くべき映像を捉えている一方で、作品自体は退屈で、堅苦しく、ダラダラと長く、フェミニズム色の強いイスラム以前のガンジーのような作品になっていると評している。
で、こちらね、ロッテントマトの批評家表になりますが、多くの批評家がね、アラビアのロレンスに言及しておりまして、この2本を比較しているというような状況になっています。で、大体ね、印象としては、ロッテンつけてる人もね、口汚く罵るみたいなテンションでもないんですよ。とにかく、何もないと。何一つ印象に残らない映画だ。こんな雰囲気ですね。で、フレッシュ表を見ても、中にはね、映像を褒めてる方もいらっしゃるんですが、フレッシュ表がね、全然褒めてないと。このくらいの空気感です。だからつまりは、一番ダメなやつですよ。こう、箸にも棒にもかからない的なね、そんな感じの作品になっているようですね。こちら、おなじみディッサシングフィルム、これを伝えています。デザートウォリアーは、史上最大級の興行的大失敗の一つになる見込みだ。サウジアラビア資金によるこの映画は、制作費1億5000万ドルに対し、現時点での興行収入はわずか48万8000ドルにとどまっている。こんなの初めて聞いたわ。どこに1億5000万ドル使ってるんだ？これもね、もう多くの方が言及してますよ。マネーロンダリングだろと。本当のポイントは興行失敗ではありません。サウジアラビアで映画産業をゼロから構築するために予算の半分が使われたという点です。この映画自体はそもそも本来の目的ではありませんでした。なんかそういう問題でもないような気はするんですけどね。私は少なくとも週に一度は映画館に行きますが、この作品はポスターを見かけただけで予告編は一度も見たことがありません。それにマイケルと同じ週末に公開される映画はどれも厳しい運命にありました。ということで、本当にね、マイケルと同じ日に上映ですからね、それがもうまさにね、こちらになりますが、映画館ね、こんな感じになってるわけですよ。そりゃこっち見るよね。だってこっち知らないもん。そりゃこっち見るでしょ。普通は。なかなかね、同じ日に、じゃあ、こっちを見ようかなんていう人もいないでしょうから。こっち見ちゃいますよね。それは。そしてね、これを言ってる人も結構多くって、アンソニー・マッキーは大作向きの俳優ではありません。それにこの映画は全く聞いたことがないし、そもそも宣伝されていたんでしょうか。アンソニー・マッキーは大規模な興行作品を背負えるタイプの俳優ではありませんと。ということで、これに関してはね、ちょっとただごとではないということで、レディットでもね、このようにスレが立っておりまして、ここでもね、これが言われてしまっているんですが、正直なところこの映画はマネーロンダリングのスキームの一部なのではないかと疑っているということで、要するに、これでしか理解できないんでしょうね。この大惨事があまりにもひどくて。現状、こういった状況になってしまっているようです。はい、ということで本日はですね、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルと同じ日に公開されました大作映画デザートウォリアーが前代未聞の大爆笑しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうかね、どうですか皆さん。マイケルの回と違ってね、今回は知らなかった回だったでしょね、マイケルの裏側でね、誰も知らない映画が公開されていて、ひっそりと大爆笑して歴史を作っているというね、こんなことがあったんですよ。で、現状ですね、ざっと見たところ、日本公開の予定は見つかりませんでしたので、どうでしょうこれ。配給しなそうですよね、さすがに。なので我々が見るのはね、もしかしたらストリーミングになるのかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画が良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。